はいどうも、ホルモン島田チャンネルのぶっちゃ島田です。スパイスの食べ比べ動画見てもらいましたか？いろいろなスパイスがあって選ぶのも楽しいですよね。今日はその時に使ったスパイスの一つ、マキシマムを詳しく分析して実際に作ってみます。工業科学科の本領発揮です。それでは早速やっていきましょう。今日はこの以前も紹介したマキシマムを詳しく分析していきます。マキシマムとは宮崎県にある株式会社中村食肉さんが販売するスパイス調味料です。肉、魚、野菜等の様々な食材に使用することができます。焼き物、炒め物、揚げ物、スープ、ドレッシングなど様々な料理の味付けに役立つ万能調味料です。テレビや雑誌、YouTube などでもたびたび紹介される人気商品なので知ってる人も多いかもしれません。ホットサンドメーカーの料理でおなじみのリロシさんがよく愛用することでも有名ですね。グッドサインを見るとなぜか親近感が湧いちゃいます。今回はこのマキシマムを詳しく分析してミックススパイスを調合してお肉を味付けして食べてみます。うまく味が再現できるのか楽しみですね。マキシマムチャレンジスタートです。まずは小さじ1杯あたりの重さを測ってみましょう。 3g です。食塩の小さじ1杯すり切りの重さが約 6g なので塩より軽いです。次にどんなものがどんな大きさで入っているのか詳しく見ていきます。これは気の遠くなる作業ですね。特徴的なものは黒い大きな塊です。他にも少し粗めの粒が何種類か見られます。種類別に分けてみましょう。すいません、細かくてこれ以上分けられません。胡椒が効いてて醤油、にんにく、あとカツオの風味みたいなのが強いですね。黒い大きい粒はクミンとかナツメグローレルとかこういうのが混ざってるのかな。周りに細かい胡椒とかがついてるのでちょっと辛さはついてます。ただ胡椒の塊ではなさそうですね。薄めの茶色の粒みたいなのはニンニクっぽい感じがします。白い粒のやつ、これはカツオ調味粉末ってやつですかね。多分黒いちょっと薄い粒みたいなやつ、これはブラックペッパーですね。小さいベージュっぽい粒、これはオニオンっぽいです。赤い粒はちょっとわかんないです。唐辛子かパプリカ。四角い透明な粒、これが塩ですね。でもう一つ透明な長方形の結晶、これは調味料、アミノ酸等って書いてあるから味の素とかそういう系っぽいな。でこっちに入ってるピンセットで取れないような粒が醤油粉末とかコーンスターチなのかもしれない。あとはカラメル色素、酸化でんぷん、その辺はちょっと細かくて多分取れないやつだな。順番的に食塩が頭にきてるから食塩が一番分量的には入ってるわけだから結構いっぱい入ってますね、この四角い粒は。ただちょっと小さくてなかなか取れないです。でそれに続くぐらい結構このアミノ酸は入ってるから、アミノ酸は原材料の中とかで途中とかに入れなくてもいいのかな。俺のマキシマム配合しています。マキシマムの原材料を見て使いそうなものをいろいろ用意しました。塩、だしの素、ブラックペッパー、醤油粉末、ガーリックチップ、味の素、ローレルパウダー、唐辛子パウダー、クミン、パプリカパウダー、オニオンパウダーとコーンスターチ。それでは早速スパイスを調合していきます。各スパイスを原材料の順番に合わせて配合を変えて混ぜ合わせていきます。まずは一つ目のスパイスが完成しました。味見してみます。思ったよりマキシマムはしょっぱいですね。もう少し塩の分量を増やして再度作っています。普通にスパイスを足すとマキシマムのような濃い色になりづらいですね。でも少し味は近くなりました。もう少し材料を変更してみます。ガーリックチップをガーリックパウダーに変更して、ブラックペッパーをホワイトペッパーに変更して作っています。ちょっと違いますね。胡椒は粒のブラックペッパーで間違いなさそうです。4回目は分量にとらわれずに自分の感覚を信じて作っています。すごく近くなりました。もう少し分量を変えて作っています。かなり近くなりました。見た目の色は違いますが味はかなりマキシマムに仕上がっています。この濃い色はカラメル色素が必要かもしれません。それでは実際にお肉につけて焼いて味を確かめてみましょう。いただきます。今日はラ・ガジェガのレモンビールを飲んでいます。同じシリーズのマンゴーは以前紹介しました。カルディで販売しているオリジナル商品です。アルコールは 4% と低めです。色は若干オレンジっぽい気もしますが通常のビールとほとんど変わりません。香りはそこまでレモン感ありませんが口に含むとしっかりとレモンを感じます。酸味と甘みがありジュースの蜂蜜レモンを飲んでいる感覚です。今まで飲んだレモンビールでは個人的に一番飲みやすく好みです。
これはキンキンに冷やして休みの日昼間から飲みたいですね。料理だけではなくデザートに合わせたり、お酒が弱い人とかはジンジャーエールで割ったり、お酒好きな人はウォッカをこれで割ってもいいかもしれません。それではお肉を焼いていきます。今回は直接お肉にスパイスを振りかけて食べてみます。カルビともも肉をそれぞれ用意しました。それではお肉にスパイスをかけています。見た目の色味が少し違いますね。あとマキシマムは顆粒になってるものがあるので粒の大きさに差があります。まずはマキシマムで味付けしたカルビともも肉を焼いています。いつ見ても肉が焼ける映像はお腹が空きます。焼けたので食べてみます。醤油粉末とカツオ調味料の組み合わせが和を感じさせます。前回のスパイス食べ比べの際は脂身の少ない部位をマキシマムで食べましたが、少し脂が乗っている部位の方がマキシマムは合いますね。これはご飯が進みます。次は俺のマキシマムを食べてみます。しっかりと味がまとまっていてかなり近いです。カツオ調味料や粉末醤油の種類をもう少し他のもので試したりしたらより近づけそうです。これをベースにオレガノ、マジョラム等を混ぜてもハーブの香りがプラスされて美味しそうです。今日も美味しかったです。ごちそうさまでした。はい、本日の動画は以上です。最後までご視聴ありがとうございます。俺のマキシマムいかがでしたか？市販のスパイスを分析するのめちゃくちゃ楽しいです。他の商品もぜひ試してみたいと思います。自分たちは群馬県前橋市でホルモン島田というホルモン屋をやっています。前橋には美味しいお肉を食べられるお店がたくさんあるので、もし前橋に来た際はいろいろ探してみてください。この動画がいいなと思いましたらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。